じゃあもう流せる形ですかはいね。まず最初にスライドで説明したいと思います。お願いします。はい、はい、よろしくお願いします。先ほど言ったようにホレタ勢、大体、78人ぐらいいて、みんな大体83年生まれ、今28、9ぐらいの世代で集まってるんですけれども、なんでこの世代で集まっちゃったかっていうと、ローラーブレードが1994年5年にアメリカはじめカリフォルニアから大ブレイクして日本にも入ってきて、でその世代にはやっぱりお父さんがハワイに行ったそしたらお土産は大体ローラーブレードっていう、もう避けることができないぐらいのもうすごいおもちゃだったわけですよね。でそこで、みんなスケートを始めちゃったと。で、この中でも昔ローラーブレード懐かしいなってやったことがあるって方もいると思うんですけども、始まりは、ホッケーの、ローラースケートとの違いは縦にタイヤが4つ並んでて、それがさもその刃のような感じでブレードを見立てているので、それがローラースケートならぬローラーブレードっていうことで、最初はホッケーのオフトレーニング用のブーツとして開発されたと。でそれじゃ飽き足らないと、階段があったら飛んでみたい、手すりがあったら乗ってみたいっていう、猿は木に登るって言いますけど、スケートボードから影響を受けてローラーブレードで初めてレールを手すりをですねグラインドした、滑ったっていうのが1991年クリス・エドワーズっていう男がやったと言われてます。でそこからそのローラーブレードは一気にこう流行りだして、これはディズニーの映画ディズニーかちょっと定かじゃないんですけど、エアボーンっていう映画ですね。その少年がこう、タイダイ T シャツも着てる時点でこう時代感が分かると思うんですけども、そうですね、もうこので髪型もちょっとこうカート・コバーンみたいな感じでちょっとジャンキーな感じで、親が嫌がる感じですよね。でローラーブレードがもう全米で大ヒット、もう映画になっちゃうぐらい、で10歳の少年はこうやっちゃうわけですよね。やっちゃうわけですな。はい、もうこのグランドキャニオンのお土産の T シャツを着ながら公園で滑ってるわけで、左後ろに映ってるのが僕の妹なんですけども、家族ぐるみでこうレンタルスケートで公園で滑るっていう、これちなみにアメリカなんですけれども。なるほど。で95年に、ESPN の向こうのスポーツ番組チャンネルがやってるX ゲームズっていうBMX スケートボード、それこそスカイダイビングとかも、エクストリームっていう言葉が大流行したのがこの年なんですけれども、飲料でいうとマウンテンデューとか、もうとりあえず過激だぜっていうのをテーマにこういうスポーツの大会が行われて、これがもう MTV、ESPN で放送されて、このインラインスケートっていうカルチャーが一気に全米に広まったのが95年ですね。なるほど。見て分かる通りダボダボのジーパンに白いダボダボの T シャツ、結構こうパンクロックの影響を受けてるんですけど、グランジロックの、こういういでたちでスケートをするっていうのが一気に全米に広まって、でそれと一緒にその雑誌専門誌も出るわけですね。でこれも本当スケートボードから影響を受けてるんですけども、インラインスケートでもこれぐらい本屋さんに行ったらこういう雑誌が並んでるっていう時代が95年96年にはあったわけですね。でプロスケーターも出てきて、で左側はライアン・ジャックロンっていうニューヨークのスケーターなんですけども、今はクラブのイベントコーディネーターの仕事をやってたりとか、どんどんこう芸能界に進んでいくっていう。で右側はアルロ・アイゼンバーグ、テキサス出身なんですけども、今アーティストとして活躍してるっていう、本当にそのカリスマ性を持ったスケーターが登場したのが96年で、その影響は日本にも来て、でこれは2000年前後なんですけれども、その高校生が、そのヒップホップが一番流行ってた時期ですね。これで、一番右の彼はピートロックの T シャツですかね、これ着てるんですけど、ソウルブラザーですな。ですね。これでろくに学校にも行かず、親は何やってるのか分かんないんですけど、悪いね先輩にね入り浸って、これが東京、埼玉ですね。これ入間あたりとか、蕨とかですかね。蕨、戸田あたりですか。戸田あたり、戸田公園でやる18歳。でそれが海外からするとまたジャパンってクールじゃないかって、注目されだして、海外の専門誌にも日本、東京、ジャパンが特集されるっていう一番バブルですね。それがもう2000年2001年の時代なんですけれども、こういう時代を経て、今もう28歳、いい年になったんですけど、これ赤羽の方の手伝いなんですけども、みんなで集まっては、こういうワイワイやると。
あ、最高な一枚がただこう街に出れば光源氏ローラースケートって言われる、そうですね、このローラースケートとインラインスケートの誤解っていうのはもう全く払拭されないで、もうずっとローラースケートと間違われてるんですけど、まあ、これは確かにちょっと痛い部分ですね、僕たちにとっては。そうですね、当時はねローラースケートと、まあ、原宿でおまじないをねしに行くっていうのが当時のナウだったわけですからね。そうですね、はい、まあある意味これは褒め言葉なのかもしれないですね。ちょっとレトロっぽいっていう、うんうん、まあ、ちょうど人数も同じぐらいですからねまあ楽しければ OK みたいな感じですよね、はい、でまあこれはちょっとずっと僕たちが背負っていかないといけないジレンマでもあるんですけども、はい、まあ、とりあえずお兄さん先輩であるスケートボードからもう嫌われてる、もうスケートパークに行ったらもう怒鳴られてガン飛ばされてもう3040のおっさんにメンチ切られるっていう。お前なんだよ、お前なんで、いやてかあなたこそ何なんですかって、人それぞれ好みがあるじゃないですかってはいはいはい、まあ、そういうちょっと差別的な扱いも受けつつ、なるほど、まあ、それをこう背負って生きていかないといけないっていう、まあ、本当にひっそりと僕たちは僕たちの楽しいことをやってるっていうような、まあ、そういうカルチャーなんですけども、はい、まあ逆にそのかっこ悪さ、そのぶっ飛んでる感じ、アンクールが逆にクールなんじゃないかっていう、まあ、ちょっと振り切った感じで、まあはいはい、レトロ感、ダサかっこいい感じを、まあ、僕たち勝手に追求してっていいのかなっていう。後々のねいい余韻が残るのがそういう正しいことですからね。そうですね、ダサいって思ってるけど実は面白かったらそれでいいんじゃないかっていうね、まあ、逆に変にかっこつける必要もないんで。そうですね、はい、スポーティーな感じでね、まあ、ちょっとそういうところでまあ、さっきもブログでも言ったように、もう惚れたこと、自分が楽しいと思ったことをどんどんこう追求していくっていうことで、まあ、やってるのがこの「惚れたぜ」っていう、まあ、集まりなのかなっていうところで、まあちょっと、今日はですね映像を作ってるメンバーも中にはいるので、その映像をいくつかちょっと見せれればなって思うので、ちょっと持ってきました。じゃあその作品をちょっとはい、一緒に、じゃあ2本続けて流します。お願いします。思い